にちは。ニュージーランド在住で休暇で日本に一時帰国中のせいです。今回スズキのディーラーに行ってスズキの新型ジムニーですね、つい先月発売になったばかりのなかなかデザインが好評なやつですね。これを試乗してきたのでそのレビューをしてみたいと思います。ではどうぞ。ドアがほぼ直角に大きく開きますね。かなり乗り降りしやすそうです。そしてシートは、座面の位置は床からそこそこ高さがあって乗りやすそうですね。そして、右下のところにエンジンスタートストップとミラーのスイッチ、それから自動ブレーキやレーンキーピングの車線位置のスイッチのオフ機能もあります。車内からの視野はこんな感じですね。結構前の天井が結構前の方にせり出してますね。ウィンドスクリーンが直角に近い分この天井が前にせり出していて、ちょっとこれ信号を見るときはこう前にかがまないといけない感じっぽいですね。そして内装もかっこよくなりましたね。そして真ん中には液晶パネルですね。センターコンソールは一番上にでっかい液晶があります。これかなり見やすそうですね。サイズ大きいです。その下にエアコンの吹き出し口があって、そしてエアコンの操作スイッチですね。そして窓の操作はここの真ん中でできるようになってますね。あとその他のスリップ防止、横滑り防止機能やヒルディセントコントロール、でこっちも窓の操作ですよね。そしてオートマのシフトレバーがこのボタンを握りながら操作する感じで、よいしょ、こちらに4駆と2駆の切り替えレバーがついてますね。シートヒーターもついてますね。上の方はルームランプがついていて、そして前方にミラーの後ろ側ですね、ここに自動ブレーキ用のセンサーがついています。あとは助手席にグラブバーがついてますね。これオフロード走るときに安心の機能ですね。本格オフローダーって感じです。そしてドアとか内装は質実剛健って感じで強そうですね。いいですね。いかにもオフロードを本格的に楽しむための車って感じで、シートがすでに倒れてる状態ですけど、これ完全にフラットにはならないんですね。ちょっと斜めになってます。あとはここにフックつけるための穴もありますね。今は目隠しされています。シートベルト外せるんですね。こういう感じですかね。はい。こうするとフラットに。すごいですね。シート上げていただいて、はい。で、ちょっと下げていただいて、じゃあもう普通にスキーカーとかスノーボードとかも普通に乗せれる感じですかね。そうですね、この尺でスノーボードでしたら、はい。さてここからは走行インプレッションに入りますが、残念なことに走行中の動画の撮影は禁止ということで許可が下りなかったので、実際にジムニーを運転し終えての感想を少しお話ししてみたいと思います。まずこの車に乗って道路に出た時に驚いたのが車内の静かさですね。この静粛性は見事なもので、特にロードノイズ、タイヤと路面との間で発生するザーっていう音と、それに伴って体に伝わってくる微振動ですね。これが見事なまでに小さく抑えられていて、あと風切り音も特に
こうボディの天井とか窓の方から聞こえてくるということがありませんでした。この静かさは本当にびっくりで、感覚としては私が乗っている120型プラドですね、これと同等レベルのものといった感じでした。もともとラダーフレームを採用したオフロード車というのは結構ロードノイズとかそういったものが静かになる傾向にあるんですが、今回のこの新型ジムニー、先代のジムニーと比較しても格段に静かになっています。そして車内が静かになるというだけで一気にぐっと高級感が上がるものなんですね。本当これがジムニーって驚くぐらいの内容で、ワンランク上の車に乗ってるような感覚になりました。次に少し走行をして感じたのが車幅感覚のつかみやすさですね。やはりこの角張った車体のデザインもあると思うんですが、その他にもオフロード車らしくダッシュボードやドアのパネルの位置ですね、こういうのが結構低く抑えられていて、その分窓の面積が大きくなっているので周囲の状況が把握しやすいんですね。かつこの車はドアミラーの位置もできるだけ下に下げられるように工夫されています。フロントドアの一部分がこうカクンとクランクのように下に一段下がってますよね。これはよくトラックなどでも見られる手法ですが、こうすることによってドアミラーの位置がさらに低くすることができるので、ドアミラー越しに車両の側面部分ですね、これが上から下まで把握しやすくなっています。このおかげでちょっと狭いところを運転する時も楽々何の不安もなく車体を左側の路肩ギリギリに寄せることができました。運転して10分と経たない車でここまですんなり端っこに寄せられるというのは驚きでしたね。そしてエンジンの方なんですが、なかなか滑らかに吹き上がってくれます。なんか変なうるささというのがなくて、あとは回転数が上がっている時にもこう変な頑張ってる感、苦しそうな音、そういうのがなくてスムースに吹き上がってました。あとは今回試乗した車のトランスミッションはオートマで、これが4段しかないんですが、たったの4段しかない車とは思えないほど変速ショックが少なかったですね。なので本当に常時スムースに乗れて、変なガクガク感のない運転が楽しめました。ただディーラーさんのお話では、高速道路を運転中は4段しかないオートマのギアの影響で結構エンジンの回転数が高めを維持することになって、結構頑張ってる感が伝わってくるような乗り味になると、そんな話を聞きましたね。そして足回りの方は本格的なオフローダーらしく結構固めのセッティングで、特に、速度が20キロとかそれ以下のごく低速の時ですかね、こういう時にマンホールの凹凸とか補修跡の多い路面の上を通過すると結構ガタガタガタっと体が揺さぶられる感じでした。極端な言い方ですが、車体が路面の凹凸をきれいにトレースして同じように揺れている、そんな感覚でしたね。これは街乗り用の車に乗り慣れてる人にはちょっと揺れが大きい、あるいは乗り心地が悪いと感じるかもしれません。ただこういったオフロード車独特の乗り味を知っている方なら、いつも通りのおなじみの乗り味だねっていう感じになるかと思います。ここまでいろいろとレビューしてきましたが、総括としてはまずデザインがとてもいいですよね。
これがまず何よりも気に入りました。例えば外観はオフローダーらしい角張ったデザインながらも遊び心があって、かつ可愛さも共存している、愛嬌っていうんですかね、そういったものがうまく共存している絶妙なデザインをしていると思います。そして内装も一般的な車のありきたりなデザインではなくて、とてもオリジナリティのある形になっていて、かつプラスチックが対応されたダッシュボードとかドアパネル、センターコンソール類も逆に汚れとか傷とかを気にせずにアクティブにガンガン使い倒していける、そんな頼もしささえ感じさせてくれるデザインになっています。そして車内の静粛性も高くて快適性も高い、そういったものを兼ね備えていて、かつ運転がしやすくて視認性のいい実用性の高さ、こういった面からも街乗り専門の人たちにもおすすめしたくなる、そんな見事な名車に仕上がってるなと感じました。これまで中古車だけを乗り継いできた私なんですが、初めて新車ででも手に入れたいと思えるほどの魅力的な車でした。早くニュージーランドでも発売してほしいですね。さて、今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたか？今後もいろいろと興味のある車に乗ってそのレビュー動画を投稿してみたいと思っていますので、興味のある方はよろしければこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。あと、この動画面白かったよっていう方はよかったら SNS で共有してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。